皆さんこんにちは。ジャパニーズポッドキャスト with 花へお越しくださりありがとうございます。このポッドキャストは日本語を勉強中の方へ向けたポッドキャストで、日本の文化やニュース、また私の個人的な体験だったり経験など様々なことを日本語でお送りしています。皆さん元気にお過ごしでしょうか？日本は2月に入ってから本当に急に寒くなりました。普段は雪が降らないような地域でも雪がたくさん降っていたり、大量の雪が積もって雪かきをするみたいなニュースを最近はよく見かけます。また日本に住んでいる方がいましたら、本当に凍えるような寒さで大変かと思いますが、一緒に頑張って乗り越えていきましょう。さて、実は私は先日メキシコへ行ってきました。そして人生で初めてメキシコの結婚式に参加してきました。初めての体験だったので、本当にびっくりするというか、文化が全然違うなと感じることが多かったので、今回はそのメキシコの結婚式と日本の結婚式の違いについてシェアしたいと思います。結婚式のスタイルはカップルだったり夫婦の好みによって大きく変わる部分があるかと思いますが、今回は私が実際に経験したものをもとにお話ししていきます。また日本の結婚式についてですが、私自身が大人になってから友人だったり親戚の結婚式に参加したことはまだありません。唯一の経験は5歳とか6歳ぐらいの時に私の母の友人の結婚式に参列したことぐらいです。なので、ここで話す日本の結婚式の例とか情報は SNS で見るものだったり、ネットで調べたら出てくるもの、そういったものをベースにしています。それでは日本とメキシコの結婚式の大きな違い5つをご紹介していきます。では早速違い1つ目。それは参列者が結婚式費用を負担するかどうかです。日本では結婚式に招待された方がご祝儀としてお金を包むのが一般的です。ご祝儀っていうのは結婚おめでとうございますみたいなそういった気持ちを表すお金です。そしてこれが1人当たり3万円ぐらい。絶対に何円っていうのはないんですけど、だいたい基本的には1人3万円渡します。または親友とか親戚とかとても仲のいい人、親しい人ってなると5万円以上、そういった結構大金をご祝儀として渡すことになります。この上限はないので、お祝いの気持ちとして渡せる分だけ渡すといった感じです。で、このご祝儀には引き出物って言って、結婚式が終わった後に記念品とか何かギフトみたいな感じでもらえるんですけど、そのお金が含まれていたり、または結婚式での食事代などが含まれているということになります。なので1人3万円とか1人5万円ってなると結構大金にはなるんですけど、そういった食事代とかも自分が払ってるって考えれば、そのぐらいが妥当なのかなと思ったりもします。20代後半から30代前半になると、やっぱり周りにもう結婚する人、結婚式をする人が増えてきて、ご祝儀貧乏という言葉があるんですけど、それを聞くこともあります。ご祝儀貧乏っていうのは、このご祝儀で結婚式に参加するたびに3万円だったり5万円だったり、そういった大金を渡すことになるので、ご祝儀が原因で最近お金がないみたいな、そういった状況を表す言葉になります。日本とは違ってメキシコでは結婚式に招待された人はその結婚式当日に費用を渡すとか、ご祝儀みたいなお金を渡すということはありません。お祝いとして個人的に何かギフトをあげたり、新郎新婦が欲しいものリストを作成していて、そこから何かプレゼントをするみたいなことはありますが、日本のようにお金を現金で渡すという文化はないです。これが違い一つ目です。では次、違い2つ目は結婚式の規模と招待客です。日本では新郎新婦が直接招待した人のみが結婚式に参加します。なので例えば友人を招待した場合、
その友人の恋人とか親友とかは直接招待されていなければ参列することはないです。なので絶対に新郎新婦が直接招待した人だけが結婚式に行きます。なんですけどメキシコは違います。直接招待された人がその家族だったりその恋人またはその親友を連れてくるってことがよくあるみたいで、結婚式の規模が本当に大きくて100人200人300人とかそれぐらいになることも珍しくはないそうです。もちろん資金だったり新郎新婦の希望によってその人たちのスタイルによって小規模な本当に仲のいい人たちだけを呼んで結婚式をするっていう方々もいると思いますが、一般的なやっぱり盛大にもうすごい一大イベントパーティーみたいな感じで大きな結婚式をやる方が多いみたいです。これも本当に日本と違うなと思いました。やっぱり結婚式ってお金がかかるので、日本では最近はもう家族だけ呼んで本当に小さな結婚式をやる方々も多いみたいです。なのでその200人とか本当にたくさん人が来るものと違って日本は比較的小さめの規模のものが多いかなと思います。では違い3つ目は教会での儀式です。日本でもキリスト形式の結婚式はあってそれが一般的かなと思うんですけど、日本のキリスト教徒の割合は約 1.5% ぐらいと本当に少ないので、ほとんどの場合は結婚式場という結婚式をするための場所、そこにある教会風のチャペルで形式的な挙式を行います。なので外から見たら教会かなって思うんですけど、それはだいたい結婚式場だったりします。教会ではなく結婚式をやるための特別の場所になります。それとは違ってメキシコではキリスト教徒が多いため、本物の教会で神聖な儀式が行われます。私が行ったのもそうでした。まず一番最初に教会に行っていろんな儀式をやるっていうのが私が参加した結婚式でした。そこでは聖書の一節を読んだり、新郎新婦が、なんか書類にサインしたりお祈りをしたり、そういった宗教儀式が行われていました。私はキリスト教ではないし、そういった儀式みたいな正式なものに参加したりとか、そういった経験が今までなかったので、次どうしたらいいんやろ、何したらいいんやろみたいな感じで戸惑ってましたが、なんとか周りを見てついていったっていう状態でした。そしてもちろんメキシコだったので言語がスペイン語だったので何を言ってるかわからない状態だったので、めっちゃおめでたいっていう気持ちもあるんですけど、なんかどうしようみたいな慌ただしい気持ちでもありました。では違い4つ目は婚姻届の提出のタイミングです。日本では婚姻届、結婚しますっていう正式な書類を書いて提出するのと結婚式っていうのは完全に別物です。なので一般的には婚姻届を市役所とか区役所に提出してその後に結婚式を行います。なんですけどメキシコの私が参加した結婚式ではその式中に正式な書類にサインしていたりして、それが結構びっくりしたし衝撃的でした。結婚式の中でその婚姻が成立するっていうのは本当に、日本とは大きな違いだなと感じました。では次、違い5つ目は披露宴の雰囲気です。披露宴っていうのは教会などで行う儀式が終わった後にみんなで揃って食事をしたりパーティーをしたりみたいな、そういったことを日本語では披露宴って言うんですけど、この日本の披露宴では、結婚式に参加した方々はだいたい座って食事を楽しんだり、新郎新婦の馴れ初めどうやって出会ったか、どんな歴史を歩んできたかみたいなのを紹介する映像だったり、またはスピーチをすることが多いです。あとは結構なんかクリエイティブな方々とかいろんなことをしたいっていう方々がいたら、なんかちょっとダンスをしたり、なんか芸というかいろんなアイディアをその場で披露するみたいなものはあると思います。でもこれがメキシコとは全然違うなって感じました。メキシコの結婚式はとてもアクティブで、なんか参加型の結婚式だなって、披露宴だなって思いました。その私が参加した新郎新婦は
なんか簡単なゲーム、輪投げとかなんかルーレットみたいなそういったゲームが用意されていて、そのゲームで獲得したポイントでなんか人形だったりちょっとボトルみたいなそういったプレゼント的なのをもらえたり、お酒のボトルをゲットできたりと、そういったとっても楽しい参加型の結婚式でした。あと DJ だったり司会の方がいて、真ん中にダンスホールみたいなのがあって、そこでみんなでダンスをしたりっていうのが本当に日本とは違うなって思いました。日本でその披露宴で真ん中にステージがあってみんなで踊るっていうのはないです。聞いたこともないし、日本人はそういったダンス文化はないのであんまりしないかなと思います。なんですけどメキシコの結婚式はその本当に夜中までみんなでダンスしたり楽しんだりっていうそういったエネルギッシュな日本とは全然違う雰囲気だなと感じました。今回は私が経験したメキシコの結婚式と日本の結婚式の違いについてお話ししました。皆さんの国では結婚式はどのように行いますか？日本ともメキシコとも全然違うだったり、ちょっと似てる部分あるかもっていう国もあるかもしれません。もしありましたらぜひコメントで教えてください。そして最後に余談なんですけど、大人になってから初めて結婚式に参加して、なんかあの雰囲気とってもいいなって思いました。私の友達で結婚式場でバイトしていた人がいるんですけど、その子がバイトを始めた時はもう仕事中なのに涙が止まらなかったっていうのを言っていて、全く知らん人の結婚式とか見て泣くもんなんてちょっと疑問に思ってたんですけど、それが本当に分かった気がしました。私も今回参加したのは私の彼氏の親友というかとても親しい友達だったので、私も参加することになったんですけど、直接その新郎新婦と会ったのは初めてでした。その結婚式で会ったのが初めてでした。なのでなんかいろんな思い出とかがあるわけではないんですけど、結婚式が始まった瞬間にもうめっちゃ泣けてきて、あ、こういうことかみたいな、本当に感動しました。なのでその友達が言っていたことももう心に染みたというか、よくわかるなって思いました。結婚式ってやっぱりどうしてもお金が本当にたくさんかかるものだなと思うんですけど、でもとっても感動したし素敵だし、やる価値あるなって私は思いました。今回はここまでになります。最後まで聞いてくださり本当にありがとうございました。ではまた次回のポッドキャストでお会いしましょう。それでは。